先日公開されたアメリカ独立記念日の投稿では、外の世界でバーベキューを楽しむギブレットと、ビーチでくつろぐチャムのアートが公開されました。他にも、鳥、パラソルなどが描かれており、一見するとかなり平和なイラストです。去年は、マミーのアンクルサムオマージュポスターでした。しかし今回のアートの中で、一つだけ強烈な違和感を覚えるものがあります。それが、ギブレットのサングラスです。なぜ、眼帯をしているキャラクターが、さらにサングラスまでかけているのか。普通に考えれば、片目はすでに隠れています。それなのに、あえてもう片方の目まで隠している。これは、ただのファッションなのでしょうか。それとも、その瞳には見せてはいけない何かがあるのでしょうか。すべての始まりは、この違和感でした。結論から言います。ギブレットは、チャプター6で主人公を結果的に裏切ってしまう可能性があります。ただし、それはギブレットが悪人だからではありません。むしろ逆です。ギブレット本人も知らないまま、主人公たちを危険にさらしてしまう。そんな無自覚の裏切りが、すでに始まっているのかもしれません。なぜギブレットは生きてる？先日も動画にしましたが、チャプター5のクライマックスシーンでポピーはプロトタイプにさらわれました。主人公はプロトタイプに攻撃され殺されかけました。しかし、なぜかギブレットだけは殺されていません。なぜでしょうか？主人公と行動を共にしていたギブレットを、プロトタイプがみすみす見逃すでしょうか？ギブレットはプロトタイプを倒すことを目標としており、列車から飛び降りる際にも、プロトタイプにダメージを与えています。つまり、プロトタイプにとってギブレットは、明らかに危険な存在です。それなのに殺されていない。プロトタイプのハンターだったハギーは刺され、抵抗したキシーにも攻撃を加えました。あの場面でプロトタイプが本気で邪魔者を消すつもりだったなら、ギブレットも当然、無傷では済まないはずです。殺す価値がなかったからなのか、それとも、めっちゃカメレオン的に隠れる技術が優れていたからなのか。ここで一つの可能性として考えられるのは、ギブレットがプロトタイプと組んでいたという説です。現状では、自然に導き出せる一つの考えではあります。では、ギブレットは最初からプロトタイプの仲間だったのでしょうか。主人公であるブッチャーを助け、ポピーにも優しい言葉をかけています。自分のことをヒーローではないと言いながらも、実際には何度も危険を冒して、主人公たちに協力しています。あの姿は、すべて偽物だったのか、リリーとのやりとりにもあった通り、ギブレットは仲間思いです。それと同時に、プロトタイプを強く憎んでいます。ここから考えられるのは、ギブレットがプロトタイプの仲間だったというよりも、プロトタイプにはギブレットを殺したくても殺せない理由がある、ということです。それは、ただ裏返しの姿を見せしめにするだけの、単純な話ではないのかもしれません。生かされてる理由。ここからが本題です。なぜ、ギブレットは生かされているのか。結論から言うと、それは、彼の瞳が、監視カメラのような役割を持っているからです。ギブレットの瞳は、ポピーの花の形をしています。これは、今までの実験体には見られない特徴です。ギブレットの瞳から見える映像を、プロトタイプが見ていた。あるいは、プロトタイプが直接見ていなかったとしても、その情報を何らかの形で受け取っていた。ギブレットの目が監視カメラのような役割を持っていると仮定すると、いろいろな辻褄が合うんです。まず、ギブレットと出会ってすぐ、プロトタイプと遭遇してしまう場面。さらに、チャムたちとデータバックアップの話をする場面。そして、最後のリアニメーションエリアから列車で移動する場面。これらの重要な場面で、主人公たちはプロトタイプと遭遇しています。もしこれら全てが、プロトタイプに見られていたとしたらどうでしょうか。ギブレットを生かしておけば、主人公やポピーの居場所がわかる。どこへ向かっているのか、何をしようとしているのか、その行動が全て筒抜けになってしまうんです。つまり、ギブレットは味方でありながら、同時にプロトタイプ側の監視装置でもあった。もしこれが本当なら、かなり恐ろしいです。なぜならギブレットは、主人公を助ければ助けるほど、主人公たちの情報をプロトタイプ側へ流してしまうことになるからです。プロトタイプがギブレットを殺したくても殺せない理由。それは、ギブレットが定点カメラではなく、自分の意思で動いてくれる監視カメラの機能を持った存在だったからではないでしょうか。これはソーヤー博士の監視カメラ以上に、主人公やポピーの動きを把握できる、非常に優れたスパイ装置にもなり得ます。これはゲームの説明文に書かれた、彼らはプロトタイプを倒すために手を貸してくれるかもしれないが、果たして信頼していいのだろうか。この不穏な文面の伏線なのかもしれません。ここで大事なのは、ギブレット本人がその事実を知っているのかどうかです。おそらく知らないでしょう。もし知っていたなら、プロトタイプに情報が筒抜けにならないように、
チャムとの交流は控えるはずです。チャムはギブレットの親友であり、同時にプロトタイプの仲間のふりをしている存在でもあります。もしギブレットの瞳を通してその関係が見られているなら、チャムの正体を暴露しているようなものです。ギブレットがそれを知っていて、チャム自身を危険な目に遭わせるような行動をとるとは考えにくいです。誰が知っていたのか。では、ギブレットの瞳が監視カメラだったとして、誰がそれを知っていたのでしょうか。まず、ポピーたちは知らなかった可能性が高いです。もしポピーが知っていたなら、ギブレットを近くに置き続けるのはあまりにも危険です。主人公と一緒に行動させることも、データバックアップの場所へ向かわせることも避けるはずです。チャムもおそらく知らないでしょう。チャムが知っていたなら、ギブレットと普通に行動すること自体がかなり危険です。そして、ギブレット本人も知らない。では、誰が知っていたのか。可能性があるのは、プロトタイプ、そして、ソーヤー博士です。ソーヤー博士に関しては、盗撮が監視への執着が非常に強い人物です。工場内の監視カメラだけでは飽き足らず、実験体そのものに監視機能を取り付けていたとしても不思議ではありません。ラボ内の多様性エリアでは、ギブレットと同じような目を宿した不思議な植物たちも見ることができます。では、なぜギブレットはこの植物たちと同じような瞳を持っているのでしょうか。このエリア自体は、プレイタイム社が稼働していた時期にも存在していたはずです。つまり、あの植物たちは何らかの研究成果物である可能性が高いです。ギブレットの実験体1202であることが、ほぼ公式情報として示されています。だとすれば、ギブレットが実験体になった時、左目だけが特殊変異した。あるいは、意図的に何らかの機能を実装された、そう推測することもできます。現に、ギブレットの前の実験体である1199ブロンに関しては、おそらくニューラルマッパーを使って映像の抽出まで行われていました。さらに、監視系のデススクリーンは2種類あります。彼はあなたを見ている。死は終わりではない。常に見ている。起きろ。これらはソーヤー博士による監視とも考えられます。しかし同時に、ギブレットの瞳を通した監視を示していた可能性もあります。そしてプロトタイプは、その機能を利用していた。主人公たちは逃げているつもりだった。隠れて行動しているつもりだった。しかし実際には、すぐ隣にいるギブレットの瞳を通して、ずっと見られていた。まさに、ICU です。ローワンストール。ここで思い出したいのが、ポピーの花のようなマークと一緒に表示された、ICU という言葉です。直訳すれば、私はあなたを見ている。ギブレットの瞳は、ポピーの花の形をしています。そして中央には、レンズのようにも見える丸い部分があります。つまり、花でありながら、同時にカメラの目にも見えるデザインです。ここで、ローワンストールの存在が重要になります。ローワンが X で最後に投稿したのが、この ICU の画像でした。さらにローワンは、ハギーの目に監視カメラが仕込まれているのではないかと疑っていました。ここが非常に重要です。ローワンは、おもちゃの目が監視に使われているかもしれないという発想にたどり着いていた人物なんです。もしローワンイコールギブレット説が正しいなら、これはかなり皮肉な構図になります。かつてハギーの目に監視カメラの存在を疑っていたローワンが、今度は自分自身がギブレットとなり、ポピーの花の形をした瞳を通して監視に利用されている。ソーヤー博士は過去に、おもちゃ巨大化計画の実態を公にしようとしたローワンに対してブチギレていました。奴ならやるでしょう。これは、ローワンイコールギブレット説をさらに補強する材料になります。ギブレットは、ハギーのピンを同意から受け取っています。さらに今回のアートでは、シャツにもハギーとポピーの花を思わせる模様が描かれています。ハギーは工場のマスコットでもあります。しかし、ここまでハギーを連想させる必要があったのは、過去にハギーの目の監視カメラを疑っていたローワンと関係しているからではないでしょうか。さらに、サングラスにも注目してみます。ポピプレでサングラスといえば、ティアノサウルスの一日に登場した意味深な鳥が思い出されます。もしあの鳥が実験体に捕食された存在を表しているのなら、ギブレットの名前の由来でもある鳥の内臓ともつながります。つまり、ボクシーに食べられたローワンを暗示していた可能性もある。今回のイラストに込められた違和感が、サングラスという共通点によって、ティアノサウルスの一日の伏線回収として機能しているのだとしたら、モブの仕込みの細かさには驚かされます。バーベキュー。ここからは、監視カメラ説から少し外れますが、今回の独立記念日アートに仕込まれているかもしれない別の伏線にも触れておきます。過去にもギブレットと同じようにバーベキューをしていた存在がいます。それがダディ・ロングレックスです。サングラスや鳥と同じように過去の伏線として機能していることを前提に考えるなら、なぜよりによってダディなのか
ここも気になります。さらに、なぜパラソルが青いのか、以前にも似たような投稿がありました。このパラソルの色は、監獄を思わせる配色でもあります。そして同時に、ダディを連想させる色にも見えます。去年の独立記念日アートがマミーのポスターだったなら、今年はダディを示しているのでしょうか。チャプター5では、ベビーロングレックスが初登場しました。ロングレックスファミリーで、まだ大きく扱われていない存在といえば、ダディロングレックスです。さらに多様性エリアには、ダディと同じように紫色の瞳を持ち、なぜかヒゲのようなものを生やした植物もいます。キノコの頭が帽子のようにも見えるため、ビジュアル面ではどこかダディを思わせる部分があります。そして、ギブレットがローワンであった場合、もう一つ奇妙な共通点が出てきます。それが、ダディのポスターにある日付です。そこには、7月15日とあります。ローワンが母親に送った手紙にも、7月15日という日付があり、偶然にも一致しています。さらに、チャプター4の ARG が始まった時も、ビーチでの投稿の前後でした。その時の日付は7月27日。そう考えると、今回のビーチアートは、チャプター6の ARG 開始が近いことを示している可能性があります。もしかすると、7月15日に何かが始まることを告げているのかもしれません。もちろん、本当に7月15日に何かが起きるかどうかはわかりません。ですが、今回の独立記念日のアートには、サングラス、鳥、バーベキュー、青いパラソル、一見するとただの平和な夏イラストに見えて、妙に引っかかる要素が多すぎます。そして、その中心にいるのがギブレットです。眼帯をしているのに、さらにサングラスで目を隠している。ポピーの花の形をした瞳を持っている。その瞳は、まるでカメラのレンズのようにも見える。もしギブレットの瞳が、本当にプロトタイプ側の監視装置だったとしたら、チャプター6で主人公を危険にさらすのは、ベタープレイスの敵ではありません。主人公のすぐ隣にいる味方。その味方の瞳です。ギブレットは裏切り者なのか、それとも、騙されていた被害者なのか。そして、自分の瞳の正体を知ったとき、ギブレットは本当のヒーローになれるのか。チャプター6では、その答えが描かれるのかもしれません。この動画が面白かったら、チャンネル登録、高評価お願いします。